皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、NHK が皆さんのお財布を狙っているというお話をしようと思います。以前の参議院選挙において、NHK をぶっ壊すということを政策に掲げた党が議席を獲得しました。この背景にあるのが、NHK の存在が問題であると考える人々が非常に多いことの証明です。しかし、当の NHK はというと、こうした政治的な動きがあることをあまり気にしている様子はなく、自らの権益をもっともっと拡大しようと動き続けています。今回の動画ではそうした NHK が一体どのような動きをして皆さんの懐を狙っているかということについて解説を行っていきます。それではまずは前提となるニュースをご覧ください。NHK の受信料を全世帯から徴収する仕組みの導入、時期尚早と判断。NHK の受信料制度改革をめぐり、総務省がテレビ設置の有無に関係なく、全世帯事業所から受信料を徴収する仕組みの導入を見送ることが7日分かった。NHK がインターネットによる番組の同時配信を始めたことを受け、有識者会議で是非を検討してきたが、時期尚早と判断した。NHK が抱える剰余金を受信料負担の軽減につなげる方策は具体化させる。9日に開く有識者会議で確認する。全世帯から受信料を徴収する仕組みは、4月のネット同時配信サービス開始を受け、テレビではなく、パソコンやスマートフォンなどで番組を視聴できることを根拠に検討されてきた。しかし、総務省は現状で利用者が限られていることなどから、国民の理解が得られないと見ている。衛星波と地上波の受信料を一本化する案や、徴収単位を世帯から個人に変更する案については引き続き議論する。一方、有識者会議は NHK が抱える剰余金を受信料負担の軽減につなげる方策は具体化させる。NHK が10月に提案した剰余金を契約者に還元する枠組みについて、次期中期経営計画期間中の実施を前提に具体化を検討。剰余金は2019年度末で1280億円に上っており、実質的な受信料引き下げを要請する。9日の会議では、NHK の未契約者に対するテレビの有無の届け出義務化についても継続して議論する。届け出がない場合、NHK は該当住所の居住者氏名について、公益企業などへの紹介を可能とするよう要請。委員の間には、テレビがない場合の届け出や、居住者情報の紹介に消極的な意見が多い。それでは今回の記事にもあったように NHK がどのように権益を拡大し皆さんの懐からお金をせしめようとしているか、その動きを3つのポイントでご説明します。まず第1のポイントは NHK としては受信料を全世帯から強制的に徴収したいと要望しています。一体なぜそのようなことを言い出しているかといえば、それは NHK が地上波放送、衛星放送に加えてネット放送も加えてきたからです。ネット放送であれば、日本人の多くの人々が見ることができます。その根拠として言われているのが、インターネットにつながっているスマートフォンは皆さんへの普及率が非常に高いですよね。タブレット端末もありますよね。デスクトップパソコンやノートパソコンなども当然のようにインターネットにつながった機器で NHK の番組を見ることができるでしょうというのが根拠になっています。ここのポイントは何かといえば、見るか見ないかではなく、見ることができる機会が広く普及しているのだから、それによってもうみんなから強制的に徴収すべきだというのが NHK の理論です。ものすごい横暴な理論なわけですが、このことが真剣に有識者会議で検討され、それによって今のところは却下されていますが、その却下の中においても一つ重要なポイントがあります。時期尚早だという判断が下されていることです。全世帯から強制的に受信料を取るよというのを、あたかもいずれはそうなるよねという話に聞こえるわけですから、このような判断が下るということは、NHK がいかにして権益を拡大しているかということの証拠でもあります。そしてポイントの2つ目は、テレビを設置しているかどうかは、まず国民の側から NHK に知らせる義務を負わせるべきだということを NHK が要望しています。先ほどの一つ目のポイントとしては、もうインターネット放送を始めたんだから全世帯から強制徴収すべきだという要望を出しているわけですが、NHK もこれがさすがに通るとは思っていないのでしょう。その前段として、テレビを持っているか持っていないかを国民の側に負担させるべきだということを言っているわけです。これもまた NHK の横暴としか言いようがありません。
そもそもテレビを持っているかいないかなどというのをなぜ NHK の側に国民の側が知らせる必要があるのでしょうか。そのような義理は日本国民の側にはありません。第一、現在のテレビ業界のことを考えれば、テレビを見ている人の数というものは徐々に減りつつあります。特に若者にはこれが顕著になっています。例えば、若者が一人暮らしを始めるときに、以前であればあったかもしれないが、今はどんどんと減っているものが2つあります。まず第一に固定電話です。以前であればそれこそ一人暮らしを始めるときに、携帯電話がない時代においては固定電話を契約するということが一般的でした。しかし、携帯電話の普及が進んでくることによって、固定電話をわざわざ新たに契約しようという人たちというのはレアケースだと言えます。そしてなくなりつつあるものの2つ目は、それこそがテレビです。以前であれば一人暮らしをするときにテレビを買うというのも別に珍しいことではありませんでした。しかし現代においてはテレビそのものを全く見なくなった人々というものもどんどん増えてきています。例えばスマートフォン1台があればそれによってまずは友達とお話をする SNS、LINE であったり Twitter であったりTikTok であったり、Instagram であったり、そして何か映像を見たいのであれば、YouTube や Netflix、Hulu、Amazon プライムなど様々なものがありますし、また映像などがなくても音楽が聴きたいとなれば、そういったツールなどもたくさんあります。そしてニュースを見たいのであれば、そういった SNS についているニュース機能といったものも使うでしょう。ですからそのようなものを駆使している人たちにしてみれば、テレビといったものを買う理由というのがそもそもなくて、手元にあるスマートフォンで全てを済ませてしまうのだから、わざわざ新たな出費をしなければならないというのはなんか馬鹿らしいと思うのも不思議ではない話なのです。しかし NHK の権益拡大の動き、その3つ目においては、NHK は受信料の負担というものを世帯単位から個人単位へと切り替えたいと要望しています。これは最初にも述べたように NHK が地上波放送、衛星放送、ネット放送へとその範囲を広げたことにより、スマートフォンで見る人たちも多いはずだから、もはや世帯単位ではない。3人で住んでいるんだったら3人全員から1人ずつ受信料を取るべきだという考えへと切り替えようとしているのです。そうなれば当然のように総額としては上がることになります。そしてこの3つのポイントを合わせて考えれば NHK が今自分たちの権益をいかに拡大しようかと積極的に活動しているかがわかります。NHK がこのような活動をしているのは自分たちの組織をいかに拡大するかそれしか考えていないからだと私は思います。こうした動きに対してスクランブル放送をかける議論をするべきだといった話もあるわけですが、確かにそれは一つの案としては悪くはありません。見たい人だけが見る。そのためにはお金を払ってくださいという方式というのは、現在の有料放送方式としては十分にあり得るからです。ただし、私はそれでは不十分だと思います。というのも、NHK には教育番組というものがあり、子供向けの番組というものは、特に幼児教育期においてはよく使われるものであり、そのようなところからを中心としてお金が吸い上げられるというのは、私はあまり見たい光景ではありません。ですから私自身は NHK を解体すべきだと考えています。解体方法としては NHK を総合と教育として全く別物と考えます。NHK の総合というのはそもそも公共放送としては十分成立しているものでは私はないと思っていますから、そもそも民営化して自分たちで収入というものを稼ぎなさいという形にして国民からお金を取るという形式は全くやめさせるべきです。一方で教育テレビについては子供向けの番組として存続させる意味があると思っています。ですから NHK の教育については国営化放送にして普段は子供向けの番組やもしくは夜の時間においては大人向けの語学教室などの番組などを積極的に行うことによって普段は教育チャンネルに徹してもらうというのが国営放送の姿でしょう。そして一度災害が発生したらその災害情報を積極的に放送するような形で活用すれば良いと思います。NHK が自分たちの利益をもっともっと拡大しようとしているこのような動きに対して国民の怒りを買うことは間違いありません。ですからこのような怒りというものを現在の政治が受け止めていないのはそれこそ大きな問題です。一部の政党だけではなくそれこそ与党野党全員の議論としてNHK の存在について議論すべきだと私は思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。
それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。